トゲかましてんじゃん。バカ野郎。ちょっともう一日一回ミュートゲ最近かましちゃってますね。これクソ雑魚なのではないでしょうか。改めましておはようございます。皆さん今日もあすこくライブは始まりました。ちくしょう、もう一回やるぞ。起きてくださいね。やっちまったよ。もう何回見ようとしたんだ毎日を。まったく学ばないんですね。まあ仕方がないよね。明日が楽しみすぎますからね。そういうわけで本日もあすこくライブは元気に6時から放送しております。今日は一体どんな情報が入っているのでしょうか。今日もね、頭の上でガタガタと騒ぐ準備だけは万端な視聴者カメンテーターの皆さんがおらっしゃいます。おはようございます。もうテンションぶち上げっすよ。もう今日はね、もうニュースしかないのではないでしょうか。なんと先日クソザコから入るんかよ。ふざけんじゃないよ。なんと先日行われましたこちらの漢字対決、ハバドラ卒 vs ハバ卒。こちらのね、紫しおん氏、そして桐生水越との漢字対決。なんとですね、こちらこの中でちょっとね、クソ雑魚が起きてしまったんですよね。一体何が起こったのでしょうか。こちらはね、漢字対決と言いますから、漢字の読み方、そして漢字の書き方などの問題がたくさん出ました。なのですが、こちらでなんとまさかの紫しおん氏、そして犬神コロネ氏の紫しおん氏、そして桐生ココ氏、2人とも犬神コロネ氏の名前の漢字を間違えるということが起こってしまいました。これはクソ雑魚ですね。これは NG オブ NG ですね。これはさすがにちょっと指がねなくなっちゃう予感がいたしますけど、これまずいっすよね。これ両方とも絶妙に覚えていないということが発覚してしまいましたね。しかもです、これ仲間の名前ですからね。同じこのライブメンバーである仲間の名前を間違えるのはありえないと思いきや、なんと紫しおん氏、こちら港アクア氏の港、こちらの漢字もなんと再び配信の中で2度も仲間の名前を間違えてしまったんですね。これはこれはね、桐生水越は合ってるんで間違いないですね。ちょっとこれしおん氏はクソ雑魚なのではないですかね。ちょっとどういうことですかね。親の顔より見た感じだと思うのですけどね、これはいけないですよね。しおんよ、くしゃこれはクソ雑魚。これはね、当たり前のようにクソ雑魚っすよ。どこから戦が始まるかなどね、今回漢字対決ですから厳しくなりましたからね。ところで気になる勝敗の行方はどうなったのでしょうか。こちらをご覧ください。こちら最後にですね、司会の A ちゃん氏が集計をしています。そこのとこね、よろしくお願いしたい。なるほど、なるほど。今いつもねお世話になってるんでね、ちょっと A ちゃん
なんとか弾んどきますよ。よろしくお願いします。ちょっとやめろさあここお願いします。おいあ可愛い可愛いお前可愛いな。お可愛いですね。胸がお揃いだろちゃんなんて言いました今。ちゃんちゃんやっぱちゃん氏のおっぱい最高っすよ。でかくて本当ですか。ありがとうございます。あると思いますね。私もちょっとねうすうす感じてるんですが。ミルクはずっと叩いたら何時行くんだよ。叩いたらボンって言いそうだろその胸はい責任について責任についてそれとはいはい静粛に静粛に静粛に。これはやっぱり激しい戦いが起きていたようですね。これ司会であり問題を作り集計をしているちゃん氏を頑張ってねなんとか解き伏せようとしましたがちょっとこれバトルになっちゃいましたね。まあ結果このバトルの結果ねどうなったかと言いますとこちらなんと貧乳同士の結束を前にこちら貧乳どもの固い結束を前に桐生水越敗北桐生水越がやっぱこうちょっと敗北をしてしまったようですね。これってどういうことなんですかねとありえないっすよ。皆さんの意見はくしゃ貧乳どもここよ貧のもの不正やんけ不正なんてしてないっすよ。私の胸に不正なんてないっすよ。しっかりね胸さらしていったのにもかかわらず胸の内を開けていったのにもかかわらずこれはちょっとどういうことなんですかね。貧乳2人にこれはねちょっとないのではないでしょうか。これに対し有識者は出題が貧乳系に偏っているバックの面である水越には不利だったのではないか。やっぱね出題にバイアスがかかっていたという疑惑がありますね。これいいんですかねこれ。ちょっと私バック系大学出てるんでちょっとそっち違いますよ。やっぱね出題がねやっぱ偏りがあったというねバイアスがやっぱアウェイでの戦いだったということがまあこれ原因なのではないですかね。なんだと Flat is justice 平らは正義などと言ってる海外日記がおりますね。ちょっと解釈違いですね。解釈違い NG ですね。それはこれは様々な意見がありそうですがこれ一番のクソ雑魚なのはなんとこの漢字対決が始まる前にマジで勝利することしか考えておらず事前に祝杯枠をこの後取っていた桐生水越というものがおらっしゃるようですね。これはちょっとクソ雑魚ですね。クソ雑魚ですね。本当に勝つと思ってたんでしょうね。もうね漢字対決する前からこの枠作ってましたからね。結果どうなったのかと言いましたら、本気で勝利を確信していたため無残な配信内容になってしまったようですね。これはクソ配信ですね。もう本気で勝ってると思って勝った時用の配信しか準備をしておらずもうクソみたいな配信しかできなかったということですね。これはちょっと皆様に見ることはおすすめしないのではないでしょうか。皆さんの意見はこれはクソ雑魚野々村ここはダメですよ。ちょっと爆死の目これぐらいの着替えの方が好き。かわいいかわいいならいいんですね。それでは次です。なんとちょっとクソ雑魚速報が続いていますね。なんとクソ雑魚速報です。先日報道をしました。こちら復帰の配信が最速版記録を出しまくっていた4つのメルパイセンこちらのメルパイセンが先日 Twitter にある投稿をしたことがやはりちょっと捉えられてしまったようですね。こちら先日のね連続版そし
ていただきましたが、先日このようなトイレの投稿がありました。ヴァンパイアとバンパイアの発音の違い、こちらですね。発音の違いということでね、皆さんにこの音の違いを共有をしていたのですが、これ残念ながら痛恨のスペリングミスがあったようですね。上に書いてあるヴァンパイア、これ正しくはヴァンパイアというので、ヴァンですから M ですね、パイアですから PIRE ということで、ちょっとスペリングミスが起きてしまっていたようですね。ヴァンパイアとヴァンパイアとヴァンパイアの発音の違いはね、あとこの3つを比較すれば分かりやすく今後なるのではないでしょうか。でもね、スペリングぐらいね、大丈夫ですよ。これに対し有識者はそろそろ SSS の言いなしの理由が欲しい。これメルパイさんのね、マルパイさんのヴァンパイアなんてもう可愛いものだと、あんなものはねミスとは言わないということでしょうね。なぜかというと、可愛いからですね。可愛いは正義なんですよね。やっぱこちらがやっぱりね気になっておるようですね。皆さんの意見は古傷をえぐるな、それまだ引っ張るのか、まだえぐる、公式はクソザコ、通級の手を下ろすない、シャイニースマイリーストーリー、こちらですね。以前もというか実はこちらですね、これ取り上げた朝ここでの日を皆さん覚えているでしょうか。これ実はデビューして次の日の私の朝ここライブ第1回目の配信で取り上げさせてもらいましたやつですね。こちらのねニュースを報道して、その後にちゃん氏からちょっとね苦しい言い訳が出てきたんですけども、こちらがねこれには意味があるのでガチミスではないですというね、こんなんと言いますか、言い訳なんかありましたけども、未だにこの E の意味が説明されていないことに有識者はやはり疑問を持っているようですね。意味があるならば教えてほしい。なぜか私にも教えられていない意味を考える猶予を与えましたが、ここから早6ヶ月5ヶ月ともうちょっとそろそろ意味を教えてほしいのではないでしょうか。皆さんの意見は言い訳、くしゃうまいこと言ってんだ。言い訳とかうまいこと言ってんじゃないよ全く。くしゃちゃま、こちらのね続報を待ちたいと思います。それでは次です。エリート速報が入っていますよ皆さん。なんとこちら桜みこし先日行われましたこちらの新最強 PC コーカスアークテスト、こちらの配信においてなんと 2PC でのウルトラ画質配信を行ったようですね。皆さんこちら見ましたかね。アークっていうのはね、もうすげえ画質を出そうと思えば出せる配信なんですけども、こちら 2PC、 2つの PC を使うことによりやっぱりね配信をするってとても PC に負荷がかかるんですよ。そしてアークというゲームは PC への負荷しか考えていないゲームなんですね。なのでアークによる PC への負荷、そしてさらにこの配信という行為をやることによる PC への負荷、この2つを1つの PC に与えるぐらいならば、1つの PC にアークの負荷、そしてもう1つの PC で配信の負荷などとね負荷を分散させることによりこちら高画質での配信を実現させたようですね。これは完全なるエリート、素晴らしい画質での配信が実現された瞬間、皆さん見たでしょうか。これねあまりにもエリート、この画質はねエリート画質だったんで
ですね。ちなみにですね、以前ね桐生聖子氏はやっぱね、先日の配信でも言っていましたが、アルクのね画質っていうのはこのもんじゃないよ。このミコパイセンがね配信を行う前にやっぱりどれだけ頑張っても一つの PC ではねアルクの画質というのは落とさなければ配信できないんですよ。カクカクになってしまって。なのでね、やっぱ本当のアルクの全力のウルトラ出力っていうのはまだまだこんなもんじゃないんだよ。それを本気のウルトラ最大出力を見たいのならばこちらのジュカリ氏、ジュカリ氏ですね。このアルク動画おじさんであるジュカリ氏の動画を見てくれ。これがアルクが出せる最大出力の力だなどと言っていましたが、ちなみにこのジュカリ氏ですね、概要欄にジュカリ氏のチャンネル貼ってありますので、こちらでのアルクの動画を見ていただければ最大出力、まあね、私が言っていたのが見れるんですが、有識者によりますと今後はね、そちらがミコパイセンの配信でも堪能できるのではないでしょうか。エリートも読み取る。そう、ミコパイセンも見てますね。ありがとうございます。やっぱ画質最高でした、ミコパイセン。さすエリート。あれはね、真似できないですね。1PC では絶対にできないトップクラスの配信だったのではないでしょうか。それでは次です。皆さん、これはお待たせしましたですね。皆さん、ついに明日ですよ。明日21時桐生ココシの 3D のお披露目配信が行われます。きたー。これはちょっとこれは来てますよ。皆さんもうね、カウントダウンあと1日もう始まってますよ。カウントダウンはこれね、もうね、明日ということで残り時間24時間まあ24時間後はまだ6時なのでもうちょっとなんですけども、ついにね明日というわけでね、しっかりね指を立てて皆さんをお待ちしております。今日こちらの配信の枠ができますので、皆さんどうか明日の9時の予定を開けておいてほしいと思います。皆さんの意見はきたー。真っ赤になってる人もいる。これはね、皆さんガタガタして待っていてくださいね。ところがなんとちょっと何か物議を醸しているみたいですね。実は先日出ましたこちらの2日前の告知画像の一部の人の間で話題になっているようですね。これは一体どういうことなのでしょうか。これね、ご存知の通りですね。皆さん以前から桐生ココシというのはノーパン派を公言していることはご存知だと思いますが、これね気になっちゃいますね。これ一体どうなってるんですかね。これに対し Twitter 上ではこのようなアンケートまで実施。会長の下着についてやはりねノーパンを継続しているのではないかという意見が一番多いようですね。皆さんこれについては私から一言言わせていただきます。明日をお楽しみに。どう？明日と明日をかけてどうかな。これはうまい。また目なんだよ。なんだまた目、ふざけんじゃないよ。デッエース説明せんでええで。ちょっとあまり受けなかったなこれ。まあでもうまいと言って審議されていない。なるほどね。まあわためもねよう受けてるということで、そういうわけでですね、皆さん本日の天気はついに明日桐生ココ 3D ってふざけんじゃないよ。もう体もう全裸じゃないか。全裸ふざけんじゃないよ。おい服着せなさいよ。というわけで今日の授業はつ
いうか知らないですかね、全裸。例えばね、ネイキッドとか言いますけど、これ正しい言い方はですね、butt ass naked。こちらが全裸の正しい言い方になります。皆さんこれね、知らない方多いと思うので説明をさせていただきます。これですね、バツというのは一体何なのか。これはですね、ケツですね。ケツのことを皆さんお尻とかケツとか日本語でもねいろんな言い方があると思いますけど、これはねケツ、どちらかというとお尻ではなくケツと言いたい時にはこのバッを使います。そしてアス、こちらはですね、どういう時に使う、これもねケツですね。こちらはちょっとケツ、ひらがなのケツよりもこっちのケツっていうカタカナのケツを使いたい時に使いますね。つまりこれはケツなんですよ。つまりケツがこのバツというケツがね、さらにヘアスになるほど、ひらがなのケツがカタカナになっちゃうほどに脱げているネイケッツ。ネイケッツというのは裸という意味ですね。この裸というのだけを言いたいときはこのようにネイケットだけを使うといいでしょう。でも日本語でもね、全裸だってわざわざ裸って書いてあるのにわざわざ全って書くってことは強調ですよね、明らかに。だって裸だけで裸の意味あるのにこれに全つけるってことはやっぱりね、ケツにアスつけてるのと同じですよ。ですから全裸という際に正しい言い方は butt ass naked。 これは慣用句ですね。一つの慣用句ですから、ass naked だけではあまり使いません。やっぱり body ass naked、 あいつマジクソブリンブリンに裸だぜって言いたい時だけはこのように使ってください。日本語でもね、こう同じ意味を重ねることがありますけど、英語ではね、30に重ねることによってもう裸オブ裸ということをね言うことができますというわけで、本日の Ask the Password はわため100 WATAME100 ということで、わため100回目のわたうた放送お疲れ様でした。これでね、平日のわためは毎日放送はなくなりますけど、月曜日だけも期待してね。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。おはようございました。明日やで。